でい、どうもー、てこしやねー。さあ、今日なんですけども、ある番組の収録が終わりまして、ちょっと今からドライブをしに行きたいと思うんですけども、超ですね、もうスーパーゲストに来ていただきました。というわけで、宮迫さんと中田さんです。よろしくお願いします。いやー、今日は収録お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや、よかった。よかったというかさ、はい、第1回はもう手越くんしかありえなかったね。いや、もうめちゃくちゃ嬉しいです、そんな。いや、こう終わってみたらな。本当ですか。なおさらそうやった。よかった、ほんまに。本当ですか。もうね、スター性とサービス精神のオンパレードでしたね。なかなかあんな密度の濃いトーク番組ないと思う。ないですね。特にやっぱ YouTube だからこそできるような内容だったりしましたもんね。今日の番組のことだったりとか、いろんなちょっとお二人の芸能界の先輩としてのいろいろことをお聞きしたいんですけども、行き先ほんと決まってないんですよ。どこ行きます？どうしよう。なんかおすすめ教えてくださいよ。おすすめ？はい。どこ？どこでもいいです。でもなんかスターっぽい映える場所は行きたいですね。どこですか？どこですか？赤レンガ倉庫って遠いんかな？めっちゃ遠いっすよ。竹下通り歩いてみるってのもありますけど。竹下通りなんか歩いたことあるの？仕事以外で。僕1回だけあります。プライベートで。プライベートでもともとサッカーの日本代表で友達だった内田篤人に、ほんと10年以上の前の友人なんですけど、その時にちょっと優也が竹下通り歩いたらどうなんのって言われて、いやさすがにバレるよみたいなことを言って2人で歩いて囲まれて終わるっていうのはありましたね。行ってみます？竹下通りなんか仕事以外で歩いたど。いいことないかもしれないですね。ね。行ってみようよ。竹下通り3人で歩いてみた。いいね。2人運転とかされるんですか？俺はするよ。僕はあんまりしないですけど、家族を送る時用にするんですけど、僕めちゃくちゃ運転苦手なんで。そうなんですね。妻がスタメンです。なるほど。妻が運転して、妻が疲れた時のサブで俺運転するっていう。なるほどね。嫁と買い物行ったりとかする時に運転はするものの、やっぱり i8 目立ちすぎるやん。ああ、そうですね。まあ嫌がられる。乗り降りがしにくい。あんなかっこいいのに。そうや。めちゃくちゃかっこいいですもんね。男からしたら理想系ですよ。女の人はほんまにいらんねんて。僕は独身なんで、それまた違いますよね。もう誰にも文句言われることもないんで。いや、もう最高でしょっていうのもちょっとおかしな話やる。おかしな話。家族おらんの最高でしょ。わけわかんない。いやその今の年齢でさ、俺結婚早かったから、27ぐらいで結婚して持ってるから、すごい憧れるわけ。なるほど。それこそ手越くんの家紹介やないけど、すごい憧れが一人暮らしになるほどあった時に、でもうどん底の時に結婚したのね。芸能界で一番仕事ない時、お金も仕事もない時に結婚してしまったから、お金ができてからの一人暮らしをしたことがないから、なるほど、いまだに憧れがある。確かに。だって手越さんワイン飾ったりカラオケ置いてたり、そうめちゃくちゃ楽しそうですもんね、あの部屋。自分の趣味のね。楽しいですね。フィギュアもいっぱいなんかいただき物とかいっぱいあんのに飾ったことがない。邪魔やから。そっか。ずっと新品のまま。ちっちゃい子供いたら一切おしゃれな部屋これ不可能です。無理。あいうえお表とか絶対でかく貼ってあるんで。そっか。いつかは結婚するやん。そうですね。よし君も今言うてることがすごくわかると思う。あれ何も叶わないってなって。手越さんの場合はどういう結婚とかなんだろう。また全然違うのかな。手越さん変わるのか、手越さん変わらず結婚が違う形になるのか。でもなんかね、子供僕大好きなんですよ。しばなんチャンネルというコラボした時もポンス君と遊んでるけど、ほんと楽しいし、いつまでも遊んでられるし、なんで子供は欲しいんですけど、結婚となるとやっぱ芸能人だけのやっぱ悩みで、もちろんするつもりは最初からないですよ。ただ結婚したからって異性の友達がゼロになるわけじゃないじゃないですか。今までの友達も大事ですし、その友達となんか何気なく分かんないけどご飯行ったり飲み行ったりしたのをなんかね、ツーショットパッと撮られた時に不倫だなんだとか書かれるのもめんどくさいなとか、そういうのも入ってきちゃうんですよね。それはもうすごいですよ。一番厳しいですよね。本当に不倫だったらまあ100歩しょうがないとしても、じゃないのも不倫ってもちろん書くじゃないですか。一旦その話やめようか。でも俺聞いてみたいですけど、何がや。それバレた時奥さんとどういう会話するんですか。あれ俺下北沢ロケ見てめっちゃ仲いい夫婦じゃないですか。めっちゃ感動したんどうしたんですよ。こんな仲いいんだって。だけどどうリカバーしたんやろうと思って、点が線にならないんですよ。どうも。いや
だからすごくいっぱいいろいろ俺取られたことはあるけど、全てがもちろん事実ではないです。もちろん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 事実じゃないけど、中にはもう言い訳しようのないようなこともあったので、その時は家の下でこうバシャバシャって行かれて、乗りますわと、家に上がります、そんな時に限ってすっごい機嫌良かったの。おお、なるほどなるほどなるほど。まだ知らないですよね。知らんねん。この機嫌のいいとこでなんとかプラマイゼロにならへんかなと思ってもう一発軽く言って意味ようと思って、ごめんちょっと話なんだけど、何また乗りますって言って、ほんだらもうプラマイゼロどころかバンマイナスなんて、お前何回目言ってあるだけのもの全部投げられて、何日ぐらいで機嫌って治るんですか？4日ぐらいで計8回追い出された。1日2回ですか？追い出されてるんですかそれ？追い出された。まず出ていけって言われて、品川のホテル、忘れません、品川のホテル行って、すいません、夜中に出ていけ言われて、すいません、あらどうされました？長期滞在になると思うので言ってまず2週間ぐらい取ったんかな。取って部屋その時ホテル2週間なんですね。一応2週間様子を見ようと。なるほど。2週間こういようと思って、まず取って部屋に入ってえらいことになったなと思ってたら、夜中に電話かかってきて今すぐ帰ってこいって。はい、すぐに帰って座れで、コンコンと言われても一生分のごもっともっていうことを言うたわ。おっしゃるとおりです。ごもっともです。ずーっと言ってあかん、やっぱり気を収まられてていけってそっからはいまた出された。キャッチ&リリース。そうそれ4日間8回ぐらいずっと。手越さんの番組でもさ、芸能人のパフォーマンスさえファンの方に喜んでもらえるクオリティのが出せれば、プライベートとか私生活で何かミスがあっても、取り戻せるような世界であってほしいっておっしゃってたじゃないですか。そうですね。あれって結構今日本のテーマですよね。そうですね、僕はそう思いますね。二度と復帰させんじゃないみたいな空気ってすごい怖いですよね。怖いですね。怖い。最初に持ってたイメージとかけ離れれば離れるほどやんか。僕の場合は多分逆だと思うんですよね。そうやってなんかある程度破天荒にやってきちゃったんで、ちょこちょこ、もちろんファンの人とか応援してくださる方に心配を与えちゃいましたけど、そうやって自由にやってたからこそ、言ってきるようなキャラクターとか、周りのもちろんスタッフの方の編集のおかげもありますけど、ファンの子たちがこうそれでもパフォーマンスが好きだからついてきてくれるみたいな子たちもいたりとかしてたんで、キャラというか本当にクリーンに売りすぎるの怖いなと思いますよね。クリーンに売れば売るほどなんかちょっとでもあった時に終わっちゃうじゃないですか。浮気っていう言葉が死んじゃったやん。全てが不倫でしたね。俺もともとものすごい浮気キャラっていじられてたね。俺がそんな乗ったってでしょうね感が強かったはずなのに、俺の時はタイミングなのよ、オフホワイト騒動は。なるほど。ベッキー騒動の直後やった。そっか。そうスーパークリーンやったベッキーが騒動を起こしてゲス不倫っていうのがもう世に刻みつけられた直後にやってしまったから、もうあかんかったよね。あの時の週刊誌のあれブームですもん。やばかったっすね。ワイドショーだから僕その時コメンテーターやってたから、なんか僕自身も怖いなと思いながら、やっぱコメンテーターやってるからには誰か切らなきゃと思って、ベッキーさん悪く言ったりとか、それこそ宮迫さんにも悪く言ったりとかしてたんですよ。怖いなと思いながらやってましたね。いやそれは申し訳ないなと思うのよ。その知ってる人がコメントせなあかんわけや。申し訳ねえなと思いながら、そこに腹は立たへん。申し訳ねえなって言う方もしんどいやろうなと思いながら見てたよ。いやでも言わない方が良かったなって今思ってるんですよ。後悔してるんですよね。コメンテーターって守りに回っちゃいけないんですか？いや回ってもいいんですよ。だけどどんどん発言の尺短くなりますね。へー。テリー伊藤さんとか泉谷しげるさんとか辛いこと言う人もいたんで、秒が少なくなるともうじゃあテリーさんだけ発言して次そうなってきた時にいる意味がないんだ。なるほどなるほど。普通に難しいっすねって言ってたら何のためにのってなるから。そうですよね。コメンテーターって謎なんですよね。
僕もしオファー来たら、好きなこと本当に思って意見言わせてくれるならいいですよって僕だったら受けるんですけど、芸能人のそれこそじゃあさっき言った不倫とか、例えばまあ絶対ダメですけど法律的にもダメだけど飲酒運転とか、それこそ未成年飲酒とか結構芸能人の人とか切ったりするじゃないですか、神のように生きてきた人だったら僕は全然いいと思うんですけど、僕だったら守る側に回ると思うんですよ。いやそれはねもちろんファンも傷つけただろうしスポンサーの方もいるから心配かけるのは良くないけど、まあでも人間だよねとか、俺だったらそうやって言っちゃう気がするんですけど、8291ぐらいで芸能人悪い、彼らはもう人間の鏡なんだかみたいなこと言うじゃないですか。君たちそんなこと言うぐらい鏡な生活してきたのかなっていうのは僕本当第三者として見てて謎なんですよね。何人かは擁護に回る人もおって、いろんな事件、俺もベッキーの時にずっと清廉潔白のベッキーをやり続けてきたことは褒めてあげた方がいいんじゃない、それがなくされて、まあ叩かれたよ。そうなんですよ。守ると守った人は叩かれるんですよね。おかしな話やね。僕もあの時ベッキーで1.9で一緒だったんですけど、ベッキーの凄さって共演者全員知ってるじゃないですか。半端じゃないじゃないですか。天才ですよね。もう人間であり芸能人の鏡、持ってるとはもう絶対言えないけど、そんなかなーってやっぱ思っちゃうんですよ。いやあっこまで叩かれる筋合いはないな。しかもねスポンサーとかテレビ局とかファンには心配かけてるけど、お茶の間の皆さんにご迷惑をおかけしてすいませんでしたって謝ってみて、別に俺1ミリも迷惑被ってないしな、お茶の間の皆さんも多分別に迷惑かけてないしなとかってやっぱ思っちゃうんですよね。なかなか世知辛い世の中やからさ、なんで許せないんだろう。俺はホワイトの時にまあキャラクターもあったんやろから休むということにはならんかったけど、ちょうど24時間テレビあったから、その時行列のプロデューサーが総合演出やったから、ほんまに大丈夫って言いながら、客席からさ、変装してまた会う日まで歌わされてそれは当初から決まってたことやねんけど、また会う日まで会える時までってもう完全に浮気相手に歌ってるずーっとお客さんにクスクス笑われて大丈夫今会えないけど、なるほどなるほど、バレたからみたいになって思って、いやこれあかんやろって。今日は番組出させていただいたじゃないですか。どのぐらいのスパンというかで続けていくんですかお二人は。これどうなんやろうね。ゲストによってくるってこと？そうですね。でもやっぱり月に1回はやりたいかな。やりたいね。4、5年やるべきセットになってますし。豪華でしたね。いや豪華すぎて。豪華。美術の打ち合わせも俺やったんですけど、今めちゃめちゃ予算カット厳しいらしくて、これぐらいですかってなって、いやもっと出してくださいって言ったら、久しぶりに聞きました、もっと出してくださいなんてって言って、そこからめっちゃ頑張ってくれたんですよ。続いてほしいですけどね、このゲスト側としては。やっぱなんか本音をちゃんと吐き出せるし、ちゃんと自分のビジョンとか、仲間への思いとかっていうのもしっかり真摯に話せるじゃないですか。なかなかそういう場って芸能人って用意されてなかったりするじゃないですか。今テレビ番組時間が決まってしまってるからね。話してる内容によっても1時間になるかもしれないし2時間になるかもしれないしっていうのも、YouTube だからこそ柔軟じゃないですか。本当に考えてることってなかなか言う機会ないですよね。ないですね。ない本当に大手の今プロダクションにいる人たちも、もちろんこれは事務所とのあれがあるからあれですけど、本当に思ってることとかをちゃんと言える場として番組が続いてほしいなって僕は思いました。なんかすごい不思議な感覚でしたよね。なんかYouTube で番組をああいう形で作るって、必要なのかどうかも含めて実験的なんで、出たいって思っていただける番組にしたいよね。そうですね。思うと思うな。だって損ないっすもん。本当に自分が出て感じましたけど、役者の人が特に思うねんけど、もちろんタイプにもよると思うけど、トーク番組とかゲストで番宣で出られた時に、本来の自分を出せない人の方が多いですね。多いやん。それはやっぱりブランディングがあるから、イメージと絶対崩されへんから。そうですね。ゲストに来てものすごい盛り上がったけど、オンエア見たら丸々ないみたいな人もおるもんね。ありますよね。跳ねたのにそこはちょっと使わないでくれみたいな。嘘、あんなに面白かったのにって。でもそれは事務所としては当然や。自分とこの商品としてのタレントのブランディングが下がらすわけにはいけない。
ごもっともです、はい、プライベートで飲んでた子が行列のゲストに来ました、普段通りバー2人とかしたら「いやまあいやそれはないですけど」って「お前そんなんちゃうよおい飲みに行った時もっとめちゃめちゃ面白い子やん、でも出せない、本人は終わってから「すいませんちょっとその、作品のイメージ」って言われてる。まあそりゃそうやな、なんかかわいそうやなって思ってしまうよね。そういう意味ではウィンウィン来たら、そこは出してもいいっていう場所に、そうですね、できてあげればいいよね。今回はその手越さんのチャラ男じゃない面っていうところが結構出てて、そうですね、そこが結構おもろかったですよね。面白かった。知り合いなのに知らなかった部分がいっぱいあるから。そうですね、そういう話に、それこそバラエティーとかぐらいじゃならないですもんね。そういうパーソナルな部分というか。でもなんかわかんないですけど、YouTube もそうですけど、なんかこれからの番組のなんかあり方ってこうなんだろうなってちょっと僕は思っちゃいましたけどね。やっぱりテレビを作る側のテレビマンもタレントもやっぱテレビってやっぱ夢だったりとか非現実のなんか体験をさせてくれるツールって言って僕もやっぱ小さい頃見てましたし、でもなんか最近はコンプラとか、あとなんですか CM でなんかボーンってぶっ飛ぶ演出があったら、これは CM 上の演出ですとかいらないじゃないですか、そんな正直。いやそう分かってるしっていうね。今日ウィンウィンウィン出させていただいてこうね、フリーだっていうのももちろんあるとは思いますけど、ちゃんとこう本当のその人の人間性の深い部分とか考えてることっていうのをしっかりこう、しかも中田さんもいろんなこうね勉強を僕のなんだチャンネルとかも含めてしてくださって聞いてくれると、やっぱ喋った後にすごくなんか晴れやかになるというか、多分本当はなんか勝新さんとか、そのレベルのスーパースターの時のテレビたけしさんとかそうだと思うんですけど、きっとこうだったんだろうなっていう感じがなんかしましたけどね。そうね、確かにああいう派手なコンテンツってスタッフさんもやっぱ上がるんですね。なんか僕らもテンションすごい上がったじゃないですか、緊張したし。だけど技術さんとか美術さんもなんかすごい気入ってますみたいな、なんか聞いて、あ、やっぱみんなで作る番組っておもろいなって。いや面白い。でこの間爆破ドッキリされたのよね。3、2、1。やっぱその時特攻さんめちゃめちゃ楽しそうやったもん。いいことですね。久しぶりにこんな爆発できた久しぶりやったんかな。すごい火の粉がこっちに飛んできてなるほど、加減これたまたま当たってないけど、当たってたら大やけどしてるでみたいな何してんすかってゲラゲラ笑ってたもん。それ昔そんな感じやった言って死にそうになってでも笑いが取れたらそれで芸人さんは喜んでた時代やったから、俺それでほんまに死んだらあかんけど、でもこういう意見を言うとまた老害やみたいなことを言ってくる人もおるやん。でも誰かが言わないと変わらないですからね、本当に。でもそれを言える立場の人とかキャラクターの人って限られてるじゃないですか。そういう人が自分のダメージとか跳ね返りをもちろん来ることもあるけど、それをビビらずに本当になんか日本の芸能界とか本当にやっぱ結局それを変えて一番楽しんでくれるのは僕は視聴者の方だと思ってるんで、そこはなんかね、こう攻撃が来てたとしても僕は言い続けたいですけどね。YouTube だったら、テレビと違って降板ないですよね。ないですね。でもこの間なんか休みはったよね。だからそのフィッシャーズやったっけ。はい、なんか休みはったよね。でもやっぱあれはウームに入ってるからですよね。いわゆるプロダクションみたいなもんですよね。そうかそうか。複数メンバーっていうのもあるから、そうかも他に迷惑をかけるメンバーの中で決断したとこあるんですよ。なるほどね。子供たち向けのコンテンツをよくやってるグループやから、確かにそこのイメージは確かにあんのか。宮迫さん今は大丈夫だと思うんですよ。あかんわいや物理的に。いやいや今そんなことも嫁にも協力してもうてやってるやんか、下北ロケやったり動画を回しながら殺されるわ嫁に最終回皆さん言うて
1億回再生ぐらいがします。今日は生配信になります。ご覧ください。1作2作っていっぱい刺されてララララ言って。でもえらい投げ銭来るかもしれない。確かに確かに。もうてる場合もらわれへん。もらってる場合。もう命尽きてるから。最後やから。最後やから。YouTuber の人とかと、まあ、最近コラボとかよくしてる時に、それこそ今 YouTuber とかも結構週刊誌に撮られる時代になったじゃないですか。確かに。撮られたりとかしたらどうすんのって聞いたら、いや別に YouTuber はそれをネタにできるんで、別に撮られたら撮られたでいいと思ってます。みんな言いますね。いや言うね。強いっすよね、自分のメディアがあるって。間もなく着きますよ。そうですね。はい。原宿。夜の原宿。果たしてどれぐらい人いるんすかね。いないかも。いないでしょ。だって観光客向けのお店ばっかりやもんね。はい。楽しみだな。絶対来ないもんな、撮影じゃないと。買い物とかせえ。僕ね、全然、まあ車でが趣味とか、あと家が好きとかはあるんですけど、買い物良くないんですよね。だから本当服とかも全然買いに行かないです。YouTube 始めてから、全部一緒になるやん。そうですね。私服が。はい。そうなった時に今までのなんかジャケパンスタイルばっかりやったのが、なんかつまらんなと思って、最近なんか可愛い服カジュアルな。で息子がさ、なんか今すっごい太いパンツとか、ブカブカな上着みたいな若い子流行ってるやん。ちょっと前までそれ見てて、なんちゅう全然サイズ合うてへんやんけ、何やそれって言うてたの。でも YouTube 始めてからそれお前どこでこうって変わったんだ。行ってみます？竹下、ちょっと歩く？行ってますか？レッツゴー原宿。レッツゴー原宿っす。これ戦闘力半端ないっすよ。半端ないっすよ。これでモンスターの海に飛び込めるもんっすよ。どうだよね、駅前は人おるけど。手越さん、スターすぎます。違う私服が違うんですよ。今日本当はドライブだけだと思ったから、なんかちょっと僕のキャラもあるんで、目立つというか派手なやつの方がいいかなと思って。もうちょいパンピー感出してもらっていいですか？結構いる。中はそんなじゃないですか。中今こんな感じ。全然いけます、全然いけます。いやでも結構いますよ。なんか俺もっと真っ暗で閑散としてると思う。俺もそう思ってた。新しい店増えてます。本当だ。全然なんか昔と違う。新しい店増えてますね。あ、このマック虹色の綿あめみたいなのあるんですか？なんすかそれ？知らないですか？虹色の綿あめ。一時期ロケでひたすらやってたじゃないですか。竹下通りの中にビッグカメラがある。全然知らない。こんなとこ王道クレープちょっと食べません？いいっすよ。わかんないですけど、なんか原宿といえば確か原宿といえばクレープですね。絵で言うと確かに。今あれなんですか？行ってみます。クレープ買ってみます。クレープ行ってみます。これ1、2、3、4、5、6ありますか？クレープカスタードチョコチーズにしよう。じゃあめっちゃ種類ある。カスタードチョコチーズでやった。手ごにゃま僕どうしよう人気、何が人気ですか？これほらチあョコかフルーツか。僕フルーツがいいっす。フルーツ。はい。じゃあミックスフルーツを。ありがとうございます。いただきます。ええやん。ちょっと俺だけガリガリやねんけど。フルーツないから俺だけガリガリやねんけど。気配りが過ぎて。食べます？ちょっと食べましょう。うまっ。天才ですね。生地もちもちや。あれ、こんなうまかった？超うまい。めっちゃうまい。クレープうまい。知らんかった、こんなのうまいねや。最高これ。意外と食べれる。かっこいい。みんな YouTube 見てる。いやもう聞いて聞こえてない。はい、というわけでですね、今日は中藤宮迫チャンネルの方にご出演いただきまして、本当にもうね、根掘り葉掘りパーソナルな部分も話させていただきましたので、最高でした。最高に楽しかったです。第1回目のゲストということで、ありがとうございました。はい。そしてね、このお二人と
緊急でというか急遽、ドライブデートということで、その場で決めたまさかの原宿竹下通りで、男3人でクレープを食べるっていう。美味しかった美味しかったです。今後ともお二人のチャンネル、そして手越しのチャンネル、いろんな、コンテンツ用意していきたいと思いますので、ぜひ、今後ともよろしくお願いします。というわけでどうもありがとうございました。せーの、デイ